撫でてやると、ですが、どうも、ちいちゃくです。今回は、一組の中から1枚のカード、クラブの5を使います。クラブの5をよく見ててください。撫でてやると、マークが取れます。後ろからつけてやると戻ります。他にもこんなこともできます。ダイヤの5を使った場合、同じようにマークを取るのは一緒ですが、取ったマークをケースに入れることができます。ケースに入れてやると、こちらから1が出てきます。1と4に分裂しました。ですが、こうすると元に戻しやることができます。では解説していきます。まず、クラブの5の方なんですが、これは即興で、何の準備もなくやる場合ですね。この場合は、本当に何も準備ない、クラブの5とかどこにあるかわからないような状態から始めるとします。その場合、まずどうするかというと、カードの表を見て、カードを探す感じで、まず最初にクラブの5ではなく、クラブの4を探します。クラブの4を見つけたら、そのクラブの4のその前のカードで、一度カードを分けて、このように、上から2枚目にクラブの4がある状態にします。そして、改めてカードを広げて、クラブの5を探します。そして、クラブの5を、このように出してきて、クラブの5を使いますと説明し、上に乗せます。この後何をするかというと、このような動作で、クラブの5の下にクラブの4を加えます。これは何をしているかというと、カードをまず、出してきました。クラブの4が突き出ていて、これを右手に取っている状態。この時に左手でカード2枚小指で弾きます。そして上2枚の下に隙間を作ります。つまり4のクラブの4の下ですね。に隙間ができている状態。この状態。で、クラブの5を束の上に少しずらしておきます。そして、この時にクラブの5の下に4を加えるということをしているんですが、これはですね、この状態で上にクラブの5が乗っている状態で、この薬指でスペードの2の下からクラブの4をこのように出していくということを行うんですが、これも普通にやったら見えてしまうので、クラブの5が上にカバーがかかっている状態、かつ左右に手が来ている状態です。この時に、このようから出しているということなんですが、斜めに乗って、そして上に手が来たタイミングで、薬指でこのようにから出していきます。で、ここで、この上に乗った時に薬指から出していくと。で、出したカードをそのまま左右両方とも掴んでやると取れますと。この時に別にずれていても OK です。ただ、ずれていると言っても、こっち側にずれていると見えてしまうので、奥側にずれている分には、このような持ち方をしていれば、見えないので、大丈夫です。で、ずれていた場合はですね、後で揃えて別にずれていたままで大丈夫です。この時点では。で、全体を裏返します。で、一回ここで手でカードを取るんで、この時にもしずれていた場合は、揃えてください。で、次にやることは、クラブの5を右手に取り、そして右手からこの束の上にカードを戻すという動きの中で、クラブの4を手に、隠し取ります。これはですね、この状態から右手から左手にカードを渡すという動きですね。ここでカードを取っていますね。これは、ここで左手から右手にカードを渡すときに、ここですね。薬指、中指で、このようにずらします。2枚のカードがあって、この2枚のカードを、ここで、こういう風にずらしてるわけですね。こ
この角は、そのまま、こんな感じでずらします。こんな感じでね。で、ここを取るときに、ここで今斜めにいきますね。右手から束の上にカードを置く動きでカードをずらします。で、ずらした部分をそのまま取っていくという動きですね。取りました。ここから右手から左手の束の上に置く動きの中でカードを取っていく。で、そのままカードを上に乗せますと。で、これでこのまま色に変えてもいいんですが、このマークを取る動きをしたいので、そしてこのインデックスを隠して、こう上に乗せるときですね。一回乗せたら、乗せたタイミングで、ここの数字が見えるところを一回親指で隠してください。で、親指でカードを隠しながら、このようにこうマークをつまむような動きですね。して、つまんだ指を離す動作で、こちらの親指を離してやると、ちょうどいきなり5が4に変わった感じに見えます。つまみ取った感じに見えますね。で、それを空中に置くような動きをして、4に変わりましたと。あとは今、2枚のカードになってるんで、2枚のカードをずれないようにまとめて裏返して、カードを取って、このように空中がつかんでいるような形で、裏からつけてやるとという、押し付けて、ここに戻ったことを示して、終わります。では、2つ目の解説をしていきます。2つ目に関しては、一応最初にケースに入れておく必要がありますね。この状態で始めてください。で、どうせ仕込むんだったら、最初からダイヤの4を2枚目に入れてください。で、ダイヤの5を真ん中に入れておく。この状態で始めます。で、ここからですね、1枚カードを使いますと言って、カードを広げてダイヤの5を出してきます。出してきて、さっきと同じで、このダイヤの5の下に、ダイヤの4を仕込みますと。さっきと同じやり方ですね。仕込んだら、全体を裏返して、ここで、チェンジも先ほど説明した通り一緒ですね。ここで、チェンジというか、つまみ取ってやって、つまみ取ったやつをここに入れてやると。そして、ここで、1がこちらから出てきましたというふうに見せます。で、見せたらですね、次に、その最中ですね、ここで小指で2枚弾いて、この5と4の下に隙間を作ってください。で、ケースから出してきて、1回上に乗せますと。この状態で、下の方ですね、下の5と4を親指と薬指で持ち、親指でエースを持ってきて、上と下を左右を逆転させます。2枚の5と4を今、右手で持っている状態。ここで、要はチェンジというか、5と4が一緒になるような、に見えるような動きをするわけですが、ここで、このような動きを行います。これは2枚のカードがあって、2枚のカードを、今2枚のカードがあります。で、上の1枚を、こうしてるだけですね。ただ、いきなりこれだとあまり錯覚が強くないので、ここで親指の動きが少し重要です。この動きですね。飛び移る動きを、ここの親指の動きと合わせることで、押さえることができます。親指の、このカードを、こっちに渡すタイミングと親指の動かすタイミングを一致させることによって、より、このカードが動くタイミングが、動くのを、ちょっとごまかせるという感じですね。普通に、ただ何もなしでやるよりは、親指でしてやった方が、よりビジュアルに見えるという。次回のマジックはこんな感じ。よければ登録お願いします。